聞いてくださいね。風のなどと3つとも同じなら、2つだけ同じならばいい。3つとも異なるなら、この記号を答えなさい。いきます。season, meet, teacher。3つ同じか、2つ同じか、3つとも違うか。season, meet, teacher。はい、答えは3つ同じです。全部いいと伸ばします。全部いいと伸ばします。season, meet, teacher、いいと伸ばしますよね。あが正解でした。あ、できた人。ですか。3つと同じだったんですよ。よく聞いてよ。walked, played, visited, walked, played, visited。はい。ああいうのどれかにしてください。よく聞いたらわかると思うけどね。walked, played, visited。はい。うが正解でした。うできた人。あのね、俺の発音が悪いかどうか知らんけどさ、walked, played, visited。違って聞こえると思うんですけど、いいですか？しっかり聞いてくださいね。いいですか？ walked, played, visited, did です。頑張ろう。リスニング頑張ろう。はい、次行きます。thank, this, there, thank, this, there。濁るか濁らないかです。もう一回いきますよ。thank, this, there。はい、二つ正解のいが正解でした。一番最初が濁りません。ですね、発音記号でいくとこういう記号になってて、あとは図になってます。あとは図になってます。this ですね。this。there、濁ります。はい、その次行きましょう。2の部分を最も強く発音するのを一つ選びなさい。読が強いか番号に丸をつけてみてください。いきますよ。October。番号に印をつけますと強いか。Favorite。Japanese。October 2番。Favorite 1番。Japanese 3番。はい、2番が強かったのは、あが正解でした。ですね。はい、ではその次行きましょう。What time is it? It's 11:30 ですね。はい。What time is it? は、What で始まったら下げ調子になります。What マーカーで塗ってください。What。マーカーで塗ってください。これを疑問詞と言います。疑問詞。疑問詞で始まる疑問文は下げ調子です。クエスチョンマークの後ろに矢印を下に下げ調子で書いてください。What time is it? It's 11:30. 11時30分です。Does your brother have breakfast every morning? はい、Does マーカーで塗りましょう。Does で始まったら普通の疑問文ですから、クエスチョンマークのところ、上げ調子と読みます。上げ調子です。What だったら下げ調子、Does だったら上げ調子になります。Does your brother have breakfast every morning? ね。さてですね、ちょっと皆さんに質問。1月から12月で書けない月ちょっと手を挙げてください。正直でいいですけど。1月。はいはい。2月。はい。正直言うとよ。3月。ちょっと待って、全部来たらいいかな。4月。本当 ?5 月。5月だね。6月。7月。ジュライです、ジュライ。はい。8月。
8月がよく出るんです。9月、10月、オクトーバーね、11月、ノーベンバー、12月、デッセンバーね。じゃあね、今度お盆休みに入りますので、アドバイスとしては、どっかに貼っちゃった方がいいと思うんですよ。月を。ですね。まあ、トイレがいいと思いますけど。はい。で、トイレ貼っちゃって、で、覚えたら剥がしてもらっていいので、そういうふうに貼って得する、貼っとく資料っていうのを作りたいなと思いますね。できないですか？貼っとく。よくないですか？いいのね、得するとね。はい。貼っといてください。じゃあ行きます。ジャニュアリー、フェブラリー、マーチでした。マーチ。エイプリル。Wednesday、Thursday。これが一番書けない人多いよって言いました。木曜日、Thursday 書けた人。Thursday。出ましたはい、Thursday 書けなかった人は即4、5回練習してください。その空いてるところに書いてくださいね。Wednesday、Thursday、Friday、Saturday です。はい、では問い語いきましょう。耳が通るようにしましょうということですね。はい。いいですか？いきますよ。Thank you very much. どうもありがとう。どういたしましてと横に書いてください。どういたしまして。Thank you very much. You are welcome. ね。You are welcome. ここに書きましょう。You are welcome. 括弧の中入らないと思うんで、上に赤ペンで書いてください。You are welcome. 横にどういたしましてって書いてます。You are welcome. ね、どういたしまして。はい、その次です。ですね。It's August って言ってます。8月って言ってます。8月。ということは、1年の何番目の月ですかっていう形なんで、8番目の月ですってことになります。8番目ですね。はい、エイスになりますので、エイス。8は書けますか？ 8 に th つけるんですけど、tth になったらおかしいので、h だけつけます。エイス。8番目というですね。はい、間違えたら即練習しますよ。即練習します。いいですか？必ず練習してください。ですね。人によって全然違うんでですね。できるできないです。間違えていいので、間違えた後が大事ですよね。何回も練習しましょう。はい、どんどんいきますよ。いいですか？はい、裏側開けてください。裏側です。次の1、3が意味を通る英文になるように、各内の暗号から最も適当な方を一つ選び、その記号を答えなさい。はい、My father has a computer. が正解です。My father has a computer. もしリンゴ1個だったらアンナップになりますよね。メニーだったらたくさんのって意味ですから、コンピューターで複数の S がつかないといけません。コンピューターズにならないといけないのです。Do you know Lisa and Yoko? リサとヨーコを知ってますか？ Do you know? はい、はい、知ってます。彼らはなりますね。はい、ここも空いてるところ練習しましょう。リサだけだったら he です。女の子やったら叩かれる。C です。トムだったら he です。じゃあ、リサ&トムだったら何でしょう？彼らは何ですね。彼らは全員になる。
はい、これもマーカーで枠で囲んで、税が分からなかった人は何回か税を練習してくださいよ。税って書いてくださいよ。いいですか？はい、じゃあその次行きましょう。いいですね。3番。ノートブックインディス。はい。下に空いてるところに赤ペンで日本語の意味を書きます。いいですか？これは誰のノートですかって書いてください。これは誰のノートですか？これは誰のノートですか？Whose notebook it is? Whose notebook it is? 誰のノートですか？ Whose notebook is this? Whose notebook is this? いいです。はい、じゃあその次行きましょう。あやこはギターを毎日弾きます。楽器を弾くはプレイでした。ところで、あやこは三人称単数なんですよ。ですね。プレイに S をつけないかんっていうルールがあるんですね。三単元の S。プレイズ。あやこは三人称だから、で、一人しかいないので、三人称単数の時だけ S がつくんです。フレーズが正解です。ね、三単元の S と言います。三単元の S です。今日の午後テレビを見てはいけません。はい、いけませんというところもマーカーで見てください。何もしてはいけません。はい、何を使ったらいいですか？何もしてはいけないというとき、何からスタートしますか？何をしてはいけない。何もしてはいけない。何を使ったらいいですか？わかる人をあら。まあ、皆さん。ドントでスタートしてください。ドント。何もしてはいけない。ドントでスタートします。いいですね。はい。ドントグランとかね。ドントでスタートします。何もしてはいけません。Don't watch TV this afternoon. はい。10歳ですとかいうときの言い方ですね。10歳ですとかいうときの言い方。10 years old です。years old。決まった言い方になってます。10歳。会話、まあ、どっちのサイドでいいですけど。10歳。10 years old。10 years old。ちょっと後半戦はですね、読むのを一緒に練習しながらやっていきたいと思ってますのでですね、音声に出した方が多分英語は頭に残りやすいと思いますからね。はい、じゃあ行きましょう。Where is a book? 本はどこにありますか？はい、本はどこにありますか？日本語で言うと、どこにある？本どこにある？机の上だね。机の上っていうときは何を使ったらいいかというと、on でした。on the desk。on が何々の上です。It's on the desk. How many bags do you see in this picture? How many bags do you see in this picture? あなたはこの絵の中で、何個カバンを見ますか？さあ、何個ありますか？
なんか椅子の上バケツみたいに見えますけど、多分カバンよね、これね。はい、カバンは何個あるでしょう？カバン何個ありますか？3個ね。はい、じゃあ3という数を書いてください。You see three bags. You see three bags. You see three bags. 私たちは、3個のカバンを見ますということになります。次は、たけしがサッカーについて英語で説明したものです。これを読んで、後の格好に答えなさい。In this sport, we use a ball, but we don't use our hands. サッカーは手を使ったらいけません。ですね。だからサッカーは手を使いません。使うことができません。1番見てください。このスポーツでは私たちはボールを使いますが、手を使うことができませんというところをマーカーで見てください。できませんと書いてあるところ。できませんと書いてあるところをマーカーで見てください。はい、できるって何を使いましたか？キャン。ね、覚えちゃう？キャンができる。じゃあできませんはキャンにノットをつけたらいいので、キャント、キャントですね。できません。キャントです。キャントになります。We can't use our hands ですね。それは日本でとても人気があります。はい、それはというのをマーカーで振ってください。つまり、一途で始めましょうということですね。それはだから、一途で始めましょう。ね。これ人気がありますと言ってますので、ポピュラーというのが人気があるという形容詞なんだけど、形容詞に後からつけません。It's popular. はい、これ人気がありますと、ここまでで人気があります。ですね。B 動詞がいります。ポピュラーの前。It is と言ってもいいです。ただ実際英語を話している人、半分短縮形が圧倒的に多いと思います。ですね。It's popular in Japan. It's popular in Japan. ね。日本で人気がありますということです。いいですか？はい、あと一個言ってちょっと、切りがいいところで終わっていきたいと思いますので、また頑張ってね、ちょっとやってきてもらうと嬉しいなと思うんですけど、勉強してほしいな。自分の人生を変えてほしい。本当に変わってほしい。3番行きましょう。次は留学生のマイクと友達のケンジの会話です。これ読みますから、その都度問題を解いていってみてください。いいですね。はい、2人は毎日放課後に野球の練習をしています。会話を読んだ後の書き込みに答えなさい。ある日、教室でマイクがケンジに話しかけます。I don't see you in the schoolyard yesterday evening. はい、スクールヤード、校庭、下に漢字書いてあると思うけど、校庭ですね。中って書いてあるところに書いてあります。スクールヤードの上に校庭と書いてください。赤ペンでいいですよ。スクールヤード。didn't see 見なかったですね。didn't see 見なかった。I didn't see you in the schoolyard yesterday evening. 昨日の夜、昨日の夕方、校庭で君を見なかったんだけど、君を見なかったんだけど、Where are you? ケンジ。ケンジどこにいたの？ Where are you? はい、どこにいたのって書いてください。Where are you?
ケンジは呼びかけてるんで、Where are you? どこにいたの？ Oh, I'm sorry. I'm sorry わかんない。ごめんなさい。I was at home.I was at home の上に家にいましたって書いてください。家にいました。I was at home. はい。その次の文章が大事です。これ全体マーカーで塗ってください。そして本当に強くなってほしいので、善に強くなりましょう。善。これはその時っていう意味です。はい、今から説明するのを本当に理解してもらいたいので、右の空いてるところにね、プリントの右の空いてるところいいですか？プリントの右の空いてるところに、今何をしていますか？例えば友達とメールとか電話でやり取りするときに、今何してるとか暇とか聞くときありますよね。これ決まった言い方。What are you doing now?What are you doing? now が今ですね。now. What are you doing now? あなたは今何をしていますか？いいですか？これが基本なんです。これが基本なんです。書いたじゃあ、あなたはこれ。あなたはつけちゃったけど、ごめんね。あなたはつけておきましょう。はい、並べたらいいな。並べましょうか。はい。あなたは、その時、何をしていましたか？ですね。What are you doing now? What are you doing now? あなたは今何をしていますか？あなたはその時何をしていましたか？書いた？じゃあ行きますよ。どこが変わるかよく見ててください。What are you doing? 全です。いいですか？よく見てください。これが英語なんです。ですね。今がその時に変わりました。その時って過去ですよね。過去で。今が前に変わりました。だから、あが過去形の和に変わります。ですか？あが過去形の和に変わります。What are you doing now? 今何をしていますか？ What were you doing then? その何をしていましたか？はい、これが答えになりました。はい、どうぞ入れてみてください。マイクの上から3行目のところですね。What were you then? ね。はい、書きましたか？次です。I was having a family party. はい。で、ファミリーパーティーをしていました。マイクがびっくりしました。ファミリーパーティー？家族のパーティーですって？ Yes. My sister came home after her stay in China. After 何々の後ですね。came home マーカーで見てください。came home。もちろん家に帰ってきたなんです。家に帰ってきたと書きましょう。
はい、アフター、マーカーの色を変えてください。アフターは何々の後でなんですね。中国での滞在の後でということになります。中国での滞在の後で、私の姉は家に帰ってきました。Really? 本当？何々ですね。だから、これじゃ分からなくて下見てください。She studied Chinese in college. はい、カレッジマークが出ましょう。これ、ある程度日本語になってます。大学のことですね。カレッジ。大学です。彼女は大学で中国語を勉強しました。ということですから、さあ何がいいと思いますか？問いに A に入るのをちょっとああいうの中から選んでください。問い2を見てくださいね。問い2の A を見てくださいよ。問い2の A を見るんですよ。問い2の A を見てくださいよ。いいですか？で、答えが、彼女は大学で中国語を勉強しましたということなので、さあ何を選んだらいいでしょう？あ、いいのうちどれか選んでください。僕は間違えても絶対怒らんでしょ？自分で、それは皆さんが自分でね、のびのびと勉強してほしい。ただし自分で考えたことをやってほしい。なんか人が言ってからそれで丸をつけるとか、何にも頭が働かないので、本当に筋肉も何も使うんですよ。いいですか？スポーツでいうと。さあ、あいうのうち何を選んだでしょうか？あにした人。いにした人。うにした人。あ、すごい。素晴らしいみんな。What did she do in China? まず、あも良さそうだけど、You を×してください。You。だってお姉さんの話をしてるのに、あなたって言うとおかしいでしょ？ね。はい。で、いつじゃないね。今度は上も×してくださいね。一番最初の。いつ中国に行きましたかじゃないでしょ？何をしに中国に行きましたか？または中国で何をしましたか？はい、うの訳をちゃんと書いてください。中国で何をしましたかと書いてください。中国で何をしましたかですね。What did she do in China? お姉さんは中国で何をしましたかと聞かれて、She studied Chinese in college. 大学で中国語を勉強しました。ですね。Good. いいね。素晴らしい。Did you enjoy the party? あなたはパーティーを楽しみましたか？ Yes, I did. ね。at the party? パーティーで She learned about stay. Stay マーカーで言ってください。Stay は、ここにある Stay は名詞です。名詞。彼女の滞在。stay は滞在するという動詞と、ただの滞在。例えば、ホームステイはこっちです。向こうの実際の家に滞在。滞在するという名詞なの。はい、戻りましょう。本文に戻ってください。またパーリー。She 何々 about her stay ね。さあこれパーティーをしたって過去だったでしょ？楽しかったとか全部過去でしょ？パーティーしたのは。だからトークも過去形にしないといけません。はい、トークを過去形にしてください。トークを過去形にしてください。何をつけたら過去形になりましたか？何をつけたら過去形になりますか？ED つけたらよかったね。ED つけたらね。はい、できた人。トークチョリしていい感じよ、いい感じよ、いい感じよ。いくよ、いくよ。はい、行きましょう。She talked about her stay.
彼女は滞在について話をしました。It was very interesting. それはとても面白かった。By the way, ところで、She has some pictures of China at home. 彼女は家に中国の写真を何枚か持っています。Let's see them. はい、全部、それらをと書いてください。上にそれらを。はい、ヒントは前にありますよ。はい、何を指すか、問い3見てくださいね。防災部の全部が指している内容を本文中から連続した英語4語で書き出しなさい。ヒントはすぐ前にあります。それらを見ましょうと言いました。さあ、何を見ましょうと言ったんでしょうかね。何を見ましょうと言ったんでしょう。いいですか？選んだ？前にあるとよ、単語4つよ。何の話が出たんですか？皆さんが中国に勉強に来てました。家に何かがあります。一緒に見ましょうと言いました。さあ、何があったかです。すぐ前の文章です。これできたら H 万円とか言ったら必死ですよ。本当。で、なんか、言いますよ。写真でしょ？どっから撮るかですよね。はい、マーカーを用意してください。マーカーを用意してください。いきますよ。Some pictures of China. 中国の何枚かの写真。ね。Some pictures of China. はい、選んだ人。Some pictures of China. はい。あら、他の人は何をしてましたか？単語4つですよ。もう一回言う気？すぐ前の文章で何を見ようと言ってるかでしょ？ Let's see って言ってる。Let's see them って言ってるんだよ。だから中国の写真が家にあるよって話をしたので、中国の何枚かの写真が正解じゃないですか。いいです？Let's see them with me next Saturday. 来週の土曜日、一緒にそれらを見ましょうよ。ね。はい、さあ、イエスのどっちだろうね。で、次見てください。Can I go to your house at 2 o'clock in the afternoon? Can I go to your house at 2 o'clock in the afternoon? 午後の2時にあなたの家に行ってもいいですか？ということなんで、はい、B は何かというと、何だと思いますか？ B、あいうのうち、この話の流れからしてどれがいいと思いますか？あいうのうち。はい、あにした人。よかった。よかった、お前は優しすぎるぞ。謝らないでいいとした。excuse me って。excuse ってね、許すっていう意味なんですよ。私を許してねって言います。実は excuse me。すみませんということになりますが、別に謝る必要ないでしょ？ね。いいですか？はい、入りした人。うん、そうそう。いいが正解。That's good ですね。はい、B のところに That's good 赤ペンで写してください。B の下でいいですよ。それはいいねって言ったんです。断ってないことは確かなんですよね。断ってないことは確かです。なぜかというと、2時に行ってもいいって聞いたんです。行く気満々じゃないですか。ね、行く気満々。OK ですか？はい、ということでした。最後いきます。問4。本文の内容に合っているものを次の間から一つ選び3級を答えなさい。マイクは昨日家族でパーティーをしました。パーティーしたよね。昨日だったかどうだったか。これ昨日
クじゃないや。マイクマーカーで塗ってください。ケンジがパーティーしたいのね。マイクのとこバツしてくださいね。ケンジが家でパーティーしたんです。お姉ちゃんが帰ってきて。はい、言いは正解じゃなかったですか？マイクが言ったよね。校庭で見なかったんだけど、みたいな。どこにいたって言って、家にいたって言ったんですからね。はい。次です。一応これで一旦終わりますので、まあ、こうやって練習を続けていくと多分だんだん上手になってくると思いますので、いいですかね。あえて今回ちょっと宿題を出さないので、英語に関しては。その代わり、学校のね、課題とかバンバンしちゃってほしいんですよ。進めてくださいね。ですね。プロセスせない感じね。はい、じゃあ、数学をちょっと出してください。数学はどこまで行ってましたか？1個目が、ここまで記憶は円錐の話したよね。ね。したよね、円錐の話。してない？だから、2ページはちょっと記憶があるんですけど、全部説明しなかったんですけど。次のページ行きましょう。3ページを開けてください。あ、なんかここに印つけちゃうと。これは、これこそいわゆる宿題値じゃないですかね。はい。これはこんな宿題せんかったら、普通の日に自習室に来て、宿題をして帰るということをさせたかいうような気がしますね。はい、3ページ、4ページ解いてきた人。はい、頑張りましょう。ではですね、答えを言いますので、説明してほしいところがあったら遠慮なく言ってくださいね。もうどこでも説明しますからね。はい、解いてない人は答えだけちっちゃく書いといて、解いたときに答え合わせしたらいいと思います。まあ、4人中3人中がすごいですか、宿題率。宿題率 75%。100% にしたらなぁ。もうこれ以上やってね。はい。なんか家帰っていじめられてた時がちょっとですけど。じゃあ行きまーす。答え。6x-5y。マイナス 2a マイナス 7b。マイナス 3xy 3乗。4a マイナス b プラス7。マイナス 39x プラス 10y。15分の a プラス 7b。これできた人何人ぐらいいますか？これできた人。見つけましたか？じゃあこれ6番ね、ようやく3番の統一の6番になってこれ絶対出るんで、福と大好きなんで、これ。取りましょう、取りましょう、本番ね。はい、右上行きます。じゃあさ、こっから先、6番から先はずっと説明していくんで、説明聞きながら答え合わせをしていきましょうね。やってきた人はね。はい、たっぷり空いてるので、その空いてるところに書いていきましょう。いいですか？ 3 分の
2a マイナス b。当然、分母を揃える通分をします。通分をします。ですね。はい、まず、括弧をつけてください。そして、15に揃えるために5をかけましょう。15に揃えるために3をかけましょう。はい、ここでまずやってみてください。はい、じゃあですね、15で揃いましたから、15分の5括弧 2a マイナス b、マイナス3括弧 3a マイナス 4b。はい、できた人もね、もう一回ごめんなさい、協力してくださいね。分配法則で括弧を外しましょう。これはできるようになってくださいよ、本当に。本当ですよ。いいですか？理解しましたか？はい、分配しましょう。はい、こうなりますね。こうなります。そして、あとはまとめましょう。10から9引いて1、1がかかっているので、はい、できた人。0プラス7。はい。ですが、今度乗り越えてね、頑張って。ですね、これ乗り越えて東が見えてきますからね。どこ行くの自由ですけど、皆さん。やっぱりさすがに受験生は努力をせないかんきですね。何もせんでいくことはできないでしょうからね。はい。じゃあ、いいですか？で、その次行きます。右上です。右上です。3マイナス1の時、7の値を、見つけなさいということで、はい。まず、簡単にしてから代入なんですね。簡単にしてから代入です。じゃあ行きますよ。マイナス 2xy の2乗ですね。割るマイナス7分の 4y。はい、これを上に乗せます。それとこれをですね、同じものを2回かけるイメージで考えてください。はい、そうすると、4x 2乗 y 2乗になるよね。で、割るマイナス7分の 4y。はい、ここ上に乗せます。上に乗せる。必ず上に乗せる。
横の文字は。で、載せた後、カッコの2乗を先に計算した後、慌てずにこれを逆数にして掛け算に直しましょう。はい、あと約分していいですよ。どうぞ、約分してください。約分してください。頑張れ。約分しましたか？約分した？はい、行きましょう。まず4が約分でいきます。X が約分じゃなかった。Y が約分できます。1個だけ Y が消えます。あとは約分できるね。はい、そしたら 7x2 乗 Y になりました。マイナスがついちゃう。マイナス 7x2 乗 Y。ね。はい。というわけで、これに安心して代入しましょう。はい、数字を代入しましょう。3とマイナス1です。3とマイナス1。はい。7区63ね。こいつ9になるね。ところで、マイナスとマイナスかけたらプラスになるので、答えはプラスの63が正解でしたが、できましたか？おー、しました。よろしいよ。はい、次です。等式変形です。等式変形です。右と左を入れ替えましょう。やないで、これはもう B を左に集めればいいね。B を左に集めなさいという指示なんで、3番の問い3。B について解きなさいということは、最終的に B イコールにしなさいということなんで、右にある B を左にですね、その手ね、用意するんで、右にある B を左に、左にある C を右に移行します。ですね。移行したら符号が反対になる。符号が反対になる。できたらここに入れたらいいね、こいつ。アルファベット順になっとるよね。はい、そしてですね、9で割ればいいんですよ。最後。B イコール9分の 18a マイナス 3c プラスで模範解答はですね、この9を1個ずつ分けてました。で、あと約分してました。どっちでもいいんですよ。俺はこれおすすめです。楽園ですね。楽園ね。はい、2a マイナス3分の 1c プラス9分の4。模範解答は3分の c になっちゃうね。c を上に乗せちゃうけどね。別に問題はありません。はい、ラストいきましょう。ラストいきましょう。54-32と22や87-15、77のように10の位の数が1の位の数より1大きい異なる2つの自然数の差。はい、マーカーで塗ってください、そこ。10の位の数が1の位の数より1大きいですね。1大きいまででいいです。例えば54って言ったら4より1大きいでしょ。32って言ったら2より1大きいでしょ。
さあ行きましょう。一方の2桁の自然数の1の位を m、他方の2桁の自然数の1の位を n とする。はい。いいですね。これだけじゃピンとこんね。10の位ですね。今、整数が2つあるんですよ。で、10の位の数が1の位の数より1大きいっていう条件がある。だから、はい、10の位を、m プラス1、1大きい点。1の位を、はい、これ一つの整数、これね。今、整数が2つ出てきたんでね。はい、ちゃんとメモっちゃってくださいよ。一つの整数を、整数の、はい、もう一つ、別の整数の10の位。アルファベット変えましょうね、アルファベット。こっち M でこっち M。はい、今、整数が2つ出てきたので、で、10の位が1の位より1大きいという条件があるので、じゃあ、まずこいつからいきましょうね。10×m プラス1足す 1×m なんです。いいですか？これはね、1のクラス結構やったんよ。この2桁は 10x プラス y。みんな答えてくれます。ほとんどの人が。1の位が10。あ、じゃあ x。10の位か。10の位が x、1の位が y の2桁の整数。これ、かけて足したらいいかいね。同じことです。いいですか？ 10 の位が1の位より1大きいとです。10の位が1の位より1大きいんです。わかるようにこうしていきましょうか。はい。で、あとはかけて足せばいいんですよ。10とこれ、1とこれをかけて足したらいいです。ですね。はい。もう一つ別のやつ。こっちの方ね。こっち。はい。n が n に変わっただけですけど、はい、で、もうちょっと問題読みましょうか。じゃあこれ、まとめて計算してもらっていい？分配法則で。はい、どうぞ。分配法則でまとめて計算してください。分配法則で括弧を外した後、まとめてみてください。はい、答えはこれでした。自分で解いてきたときにできた？できんよね。だって今まで普通 XY やったじゃん。今回は M と M プラス、なぜかというと1大きい位置変えちゃったとき、本当に1大きいように置いたんですね。はい、こっちも同じです。10M プラス10、プラス9。はい、まあこういうふうに表すことができますね。はい、だからこれが RE に入ります。RE。あが 11M プラス10、E が 10N プラス、はい、11N プラス10。ね。で、この異なる2桁の自然数の差はということなので、はい、じゃあ皆さん差を取ってください。
これで、さて引き算した答えなので、はい、これまとめましょう。どうぞ。角外して簡単にしてください。頑張れ、頑張れ、頑張れ。頑張れ。はい、括弧でしたら、これはそのまま外していいですよね。マイナスにもないので。はい、マイナス分配しますから、ここもちゃんとマイナスにできたら OK ですよ。いいですか？分配中途にマイナスをここにかけない人結構いますからね。はい、そうするとこれが消えてくれて、はい、11で作って、ですね。はい。で、結局、m-l は整数なので、または11かけ整数なので、11の倍数になるとかね。はい。こいつが整数なんです、こいつが。今まで証明何回もやってきましたよね。ここは整数なのでっていうこと。はい、いいですか？一応ここまでやったことにしましょう。本当に超絶苦手な人は計算力をつけない関係ですね。計算の練習はしないといけないんですけれど、あとはちょっと解きにくそうなやつを全部助けるんで、一緒にやってみてください。いいですか？はい、じゃあ、ちょびっと早いですけど、一旦、全然時間通り。はい、早いような気がしてください。ですかね。じゃあ、これで一旦休憩に入りたいと思います。で、ちなみに皆さん、月曜日がお休みです。お盆休み。8月14日がお休みです。それから英検を受けてる人は、一人だけか。は、11日の日に今週はします。ので、時間は同じ時間です。ので、12日がお休みです。振り返りになります。はい。金曜日なんでね。はい、じゃあ終わりましょう。せい。はい。お疲れ様でした。